皆さんこんにちは。今回は沖縄最大の島である沖縄本島からアクセスしやすい透き通る海と絶景の旅をお届けします。日本最南端の沖縄県。沖縄は3月下旬から4月上旬に各ビーチで海開きが行われます。特に4月以降、海を目的に沖縄旅行される方が多くなりますよね。2025年、沖縄の海の魅力をもっと知りたい方の参考になれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。早速ですが、沖縄本島から行ける海で最も有名で美しい場所をご紹介します。それが慶良間諸島です。この慶良間諸島は那覇から約30キロ。この通り、那覇から肉眼でも見えます。ここに広がる島々を総称して慶良間諸島と言います。人が住んでいるのはこのうち4島で、その他は無人島です。それぞれの島までのアクセスは表示の通りです。有人島まではフェリーまたは高速艇で移動ができます。また、渡し船などアクセスのある無人島がこちらです。沖縄でも群を抜く美しい海が広がります。ここで慶良間諸島のすごいところを3つご紹介します。1、透明度がすごすぎる。ここはビーチのすぐそば。向こうまで透けて見えてますね。慶良間ブルーと呼ばれる美しすぎる海に初めて行くとびっくりされると思います。2、野生のウミガメが頻繁に見られる。野生のウミガメ見たことありますか？普通なかなか見れないウミガメ。慶良間諸島なら少しリサーチすれば意外にすんなり見ることができます。私自身も何度も一緒に泳ぎました。野生のウミガメが見られるポイントをまとめた動画、そして慶良間諸島各島のおすすめビーチを紹介した動画、概要欄に URL を貼ってありますので合わせてご覧ください。3、離島ならではの絶景。小さな離島が集まった慶良間諸島ならではの絶景。これは座間味島、古座間味ビーチの絶景、渡嘉敷島、アハレンビーチからの絶景。慶良間諸島はこのように離島が集まるエリアだからこその絶景がたくさんあります。また、ダイビングでは季節問わず人気。那覇や北谷のダイビングショップを利用したツアーでも行くことができます。慶良間諸島は豊かなサンゴ、ウミガメ、魚の群れ、そして離島ならではの絶景が楽しめる非日常体験スポットです。まだ行ったことがないなら本当にもったいない。初めての沖縄旅行でもゆっくり滞在できるならぜひ足を運んでその美しさを体感してください。次は沖縄本島へ戻って海をご紹介します。沖縄本島は那覇を中心として栄えていて、その周辺にビーチもこれだけの数あるんです。手軽に行くならこれらのビーチは近くて便利です。サンセットビーチ、アラハビーチ、トロピカルビーチ、他にもありますが、ビーチそばでビーチバーベキューができるのもグッド。こんな街の近くですが、サンゴが密集していたり、沈没船などダイビングポイントも多くあります。ここは浦添市、宜野湾市の近くの海。多くのサンゴが群生しているスポット、通称コーラルガーデン。街のすぐ近くにあるとは思えない美しい海中風景が広がります。サンゴは小さな魚の隠れ家なので、クマノミなどたくさんの魚たちを見ることができます。沈没船を見ることもできます。近くで見ると迫力満点。今は多くの魚たちの住処となり、いろいろな生き物が共生しています。浦添市宜野湾市の隣、北谷町。北谷といえばアメリカンビレッジとも呼ばれる昼も夜も賑やかな街。そのすぐそばの宮城海岸、通称砂辺もダイビングポイントとして有名。サンゴだけでなく人工の構造物や海中ポストまでが魚の隠れ家となり、ダイバーに人気のポイントとなっています。人工物といえば沖縄に限った話ではありませんが、海に暮らす海洋生物に影響を及ぼす人工物がありますよね。沖縄の海にも毎日のように多くの海洋ゴミが流れ着きます。特にプラスチックは自然分解されるのにとんでもない年数がかかります。例えば海に漂うペットボトル、自然分解されるのに400年、釣り糸は600年という途方もない年数がかかります。針や糸、
釣りで絡まった浮きがサンゴに引っかかっているのを時々目にします。海でしか生きられない海洋生物にとって大きな脅威です。美しい海を未来に残すため、私たちも自分たちにできることから始めています。ホテル前の整備されたビーチ、自然のままのビーチ、特に読谷村には夕日が美しいビーチが多く存在します。夕日が美しい理由は、ビーチと水平線を遮るものが何もないからです。例えば、米軍上陸の地碑がある戸口ビーチ。約80年前、ここが沖縄戦の上陸中心地点だったとは、今では信じがたいほどののどかな風景が広がっています。また、読谷村の最北端に位置する残波岬からも美しい夕日を見ることができます。ここの灯台、日本で16基しかない一般に登ることができる貴重な灯台です。お時間あればぜひ訪れてみてください。この灯台付近では自然が作り出した岩壁が印象的です。海の中はドロップオフと呼ばれ、急斜面になって一気に深くなっています。読谷村のビーチは先ほども説明した通り、水平線を遮るものがなく、海岸線のどこからでも美しい夕日を楽しむことができます。外洋との間には大きなリーフがあり、遠浅で波も穏やかです。近年、リゾートホテルも増えていますが、その理由の一つは、この美しい自然のビーチがあるからだと思います。読谷村の隣、恩納村から名護にかけては、たくさんのリゾートホテルが立ち並ぶ沖縄県最大のリゾートエリア。ビーチの数はこんなにたくさんあります。特にリゾートホテル前のビーチにはアトラクションやプールなど大人から子供まで楽しめるようになっています。ホテル前のビーチは泊まらなくても利用できますが、駐車場料金やプールの利用料金などは別途必要になります。また、洞窟の入り口から差し込む光が水面を青く輝かせる青の洞窟も恩納村にあります。シュノーケリングやダイビングで楽しめるスポットです。水中は暗い場所を好む魚たちが群れをなして泳ぎ、自然が生み出した幻想的な世界が広がります。光と影が織りなす美しいコントラスト。まるで生きたアートのような光景です。ただ、シュノーケルで参加される場合、夏場は特に混み合うので、朝早めの時間帯をお勧めします。恩納村にはシャワーなどの設備がなく監視員もいない自然のままのビーチが数多くあります。毎年夏になると増える水難事故。行かれる場合、浮力のあるものを必ず持って行ってください。できればライフジャケットが安全です。また、このアポガマと呼ばれるあたりは、岸から沖へ向かって流れが起きやすい地形、引率ガイドのいないセルフ遊泳はお勧めしません。沖縄本島北部の本部半島あたりには複数の離島があります。橋がかかっていて車で行ける離島はそのうち3つ、瀬底島、屋我地島、郡島です。そのうち瀬底島には海水浴で賑わうビーチが2つあり、瀬底大橋のそばにアンチ浜、そこから島の反対側には瀬底ビーチがあり、どちらも美しい海が広がっています。また、ダイビングポイントもあり、ラビリンスと呼ばれる海中迷路のような場所はスリルがあってダイバーに人気のポイントです。車で行ける離島の残り2つ、屋我地島、郡島は互いにつながっています。屋我地島の入り口にあるドライブインリカリカワルミでは、野外カフェからの絶景が素晴らしく、まるで空の上から眺めているかのように目の前に遮るものがなく、郡島の方まで見渡せるスポットです。郡島の海は泳いでもよし、ドライブで見てもよし、また橋の入り口からの絶景や郡島にある郡オーシャンタワーからも絶景を楽しむことができます。さらに屋我地島、郡島付近の内海は穏やかで、7月にオープンすると話題のテーマパークジャングリア沖縄のすぐ近くにある名護嵐山展望台からは、その穏やかな海に広がる絶景を楽しむことができます。さらに今現在はいつ行っても空いてる穴場スポットです。
先ほどの瀬底ビーチから3キロ沖には水納島という離島があります。この離島は船で渡りますが、海中が非常に綺麗です。ビーチからは伊江島の達中が見え、魚が泳いでる姿もご覧の通りです。さらにボートシュノーケリングやダイビングでこの島へ行くと、サンゴやそれに群がる魚など美しい光景が見られます。まるで竜宮城のような光景です。水納島へ行く際はぜひボートシュノーケリングかダイビングを合わせて、よりこの島の美しい海を体験するのをお勧めします。沖縄の海を紹介する動画ですが、ここで気になる点も挙げておきます。それは2024年夏の海水温上昇によるサンゴの白化です。通常、台風の波が沖縄の暖かい海水を混ぜますが、昨年は台風の接近が少なかったようです。沖縄県内のニュースでは、サンゴの白化が進んでいると報じられました。とはいえ、私はまだ実際の様子を確認していないので、早めに現地へ行って実際の様子を見に行きたいと思います。今度は沖縄本島南部へ向かいましょう。沖縄本島南部にも魅力的なビーチが数多くあります。地図で見てもこれだけの数ビーチがあるんです。まず、あざまさんさんビーチ。ここは海水浴だけでなくビーチバーベキューも楽しめる地元に人気のビーチ。陸に向かって右側には久高島行きのフェリーが出るあざま港。左側には小間島への乗船場があります。次にオーシャンベースで海を楽しめるミーバルビーチ。オーシャンベースとは海の真ん中に浮島を設け、そこを拠点に楽しむ沖縄でもここにしかない珍しいスポットです。ミーバルビーチ近くにある浜辺の茶屋、海が見える絶景カフェの中でも特に雰囲気が良くおすすめです。次に大戸浜海岸、別名ジョンマンビーチ。ここはジョン万次郎が帰国の際に上陸した砂浜です。ジョン万次郎は1827年に高知県で生まれ、遭難してアメリカの船に助けられた後、現地で英語や西洋文化を学び、帰国後に日本の開国や近代化に大きく貢献した先駆者です。上陸した浜のそばには、ジョン万次郎の銅像が故郷の高知県土佐清水を指さしています。このビーチは海水浴だけでなく、シュノーケリングやサーフィンでも利用される場所ですが、サンゴ礁の切れ目で離岸流が発生するため注意が必要です。他にも本島南部にはビーチがたくさんありますが、恩納村以北のビーチに比べ知名度が低い分、混んでなく穴場となっています。そしてここが最南端近くの喜屋武岬です。崖の下はご覧の通り透明度の非常に高い海が広がっています。また海の中へ続く岸壁の割れ目には洞窟があり、太陽の光が差し込むと美しい青色に輝きます。先ほど紹介した青の洞窟のような太陽の光が作り出す美しい景色は、ダイビングならいろんな場所で実は見ることができるんです。 J トリップでは J ダイブというダイビングツアーも提供しており、初めての体験ダイビングからシーカードライセンス取得、さらにはファンダイビングまで沖縄・奄美の海を存分に楽しむことができます。概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。今回は沖縄本島からアクセスしやすい透き通る海と絶景の旅をお届けしました。本当に沖縄には住んでいても行き尽くせないぐらいたくさんのビーチがあり、ダイビングポイントがあります。皆さんがおすすめするスポットがあればぜひコメント欄で教えてください。ただ海は楽しい場所であると同時に予期せぬ脅威をもたらすこともあります。特に穴場ビーチを探す方はライフジャケットなどの浮力のある装備を身につけ、ご自身やご家族の安全を守ってください。また美しい海を未来に残すために私たち一人一人ができることから始めましょう。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。また沖縄の海でお会いしましょう。